はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、0の階乗イコール1の理由。階乗ってありますよね。例えば4の階乗とかだったら 4×3×2×1 と、そういう風に n の階乗っていうのは n からスタートして1まで順番に1個ずつ減っていくと、 n×n-1×n-2× 点々点と1までかけていくもののことですね。それが n の階乗と。じゃあ0の階乗っていうのはどういう値になるのかっていうのが今回の動画のポイントですね。0の階乗、そもそも遡って1位までかけていくのに0の階乗ってそもそもどういう値なんだ、どういう風に定義されるんだっていうところがまず分かんないんですよね。分かんなくて当然なんですよ。で0の階乗って言われたらなんかパッと聞いた感じ0っぽいですよね。でも正しくは0の階乗イコール1なんですよ。その理由をですね、いろんな角度からしっかりとね解明していこうと思います。いやもう世の中ってうまくできてんなーっていうね、もうテーマは整合性ですね。その世の中ってすごいうまくできてんなっていうのをぜひ実感してもらえたらいいなと思います。ということで早速やっていきましょう。例えばなんですけど、1の階乗はって言われたら1ですね。2の階乗はって言われたら、2×1 ですね。これちょっと逆から書きますか。2×1。じゃあ3の階乗はって言われたら 3×2×1 ですね。こういう風にn の階乗はっていうふうに言われたときに n からスタートしてで n-1 と1個ずつ遡っていってどこまでって言ったら1までかけていく場合のこの値を n の階乗というふうに言うわけですね。じゃあこれら階乗たちがどういう値になっているのかっていうことを考えていくと、そうすると隣り合ったものを比べてあげるとどうなってるかっていうと、これ4の階乗と3の階乗を比べてあげるとここの部分だけが浮いてるわけですよね。4の値が浮いてると。要はこの4の階乗のこの4の部分が3の階乗と比べて1個付け足されるわけですよ。つまり4の階乗から3の階乗に戻るときに割る4してあげればいいんですよね。同じように3の階乗から2の階乗戻るときはこの3が余ってるから割る3してあげると。じゃあ2の階乗から1の階乗まで戻ってあげる場合はこれ割る2ですよね。この2が余ってるから。この割る4割る3割る2っていう風に繰り返されていくわけですよ。要は n の階乗をn-1 の階乗で割ってあげると n が残ると。n の階乗を n-1 の階乗で割ってあげるとこの n の部分だけが残るというわけですね。よろしいでしょうか。とするとこれ0の階乗っていうものをここの1個上に置いてあげるとどうなるかっていうと、これ割る1になってるはずですね。これを考えれば1の階乗を割る1してあげれば0の階乗になるわけだから1の階乗イコール1ってことは0の階乗は1になるということですね。このように、0の階乗イコール1。これ本来 n の階乗とかの定義に基づいて考えれば定義できないはずじゃないですか。こういう定義できなさそうなものに値を与えると。それに値を与える場合っていうのはどういう値を与えるかというと、テーマは整合性なんですね。この整合性、要は世の中のルールっていうものがあると。こういう世の中のルールがあるときにこの世の中のルールにうまく適合するように0の階乗も定めてあげると。要はここの部分だけで成り立っているこのルールを1の階乗と0の階乗の間でも整合性を持たせてしっかりと成り立たせてあげるっていうことが今回の0の階乗のポイントなんですね。これ整合性。これ本当に世の中ってうまくできていて0の階乗イコール1と置くだけでいろんな場所でうまく釣り合いが取れてるなっていうふうになるわけですね。例えば別の考え方をしてあげましょう。n の階乗っていうものの見方を変えるわけですね。これを n の階乗を n 人を一列に並べる順列の総数と見ると。どういうことかというと、3人 ABC の3人いるとするじゃないですか。この3人を並べてあげるというふうに考えた場合に、一番最初に来る人の数っていうのは A と B と C の3人いるじゃないですか。で、じゃあ2番目に並ぶ人っていうのは ABC、その一番前に来た人以外の2人から選んでいくわけだから 3×2× で最後の最後尾は残った1人を選べばいいと。これ3の階乗通りですね。同じように5人、例えば ABCDE ですね。の5人を並べる場合っていうのは 5×4×3×2×1 ですよね。要は先頭に5人 ABCD の5通りあって、じゃあ2番目はって言ったら4通りありますよね。残りの4人で3番目は3通りあって4番目は2通りあってっていうことですね。でイコール5の階乗と。
こんな感じで N 人を一列に並べる順列の総数っていうのは N の階乗と3人の場合3の階乗、5人の場合5の階乗と言えるわけですね。じゃあ0の階乗はっていうものなんですけど、それは0人を一列に並べる順列の総数と言えるわけじゃないですか。これが0の階乗になるはずだと。じゃあこの0人、誰もいませんっていうものを一列に並べます。何通りありますかって言ったら、もちろん誰もいませんっていう状態の1通りですね。だから0の階乗は1と。これ1通りというふうになるはずだというわけですね。よろしいですかね。n の階乗をこういうふうに、要は倍の数として見てあげることによって、これ整合性が取れるわけですね。3人の場合は3の階乗、5人の場合は5の階乗と。n 人を並べる場合は n の階乗っていうものと整合性を取らせるためには0の階乗を1通りとして見ればちゃんと0人を一列に並べる順列の総数と0の階乗一致しますよねっていうことですね。こういうふうに整合性を取らせる。また別の見方もありますよ。今度はカードの組み合わせを考えると、例えば5枚のカードがあってそこから2枚のカードを取ると、その組み合わせは何通りありますかっていう問題があった場合、これ一応定義として 5C2 というふうに言えるわけですね。これ 5C2 っていうのは 2×1 分の 5×4 というふうに言えるんですけど、これどういうふうに考えるかというと、要は2枚のカードを選ぶときに1枚目のカードを取る場合っていうのは5通りありますよね。で2枚目のカードを取る場合っていうのは残りの4通りありますよね。だから 5×4 なんだけど、1枚目に1取る場合で2枚目に2取る場合と12の順で取る場合と21で取る場合っていうのが被っちゃうわけですよね。他にも14で取る場合と41で取る場合被っちゃうと。要は1組み合わせに対して2回ずつ数えちゃってるわけですね。AB の場合と BA の場合ひっくり返したもの、それが2回ずつ数えちゃってるわけだから、こうやって 2×1 で割ってあげるというわけですね。その2回ずつ数えちゃってるっていうのは、要はその2枚の AB の並び替えの数ですね。さっきのこの AB の2枚のカードを1列に並べる順列の総数分だけ被っちゃってると。だから2の階乗で割ってあげるわけですね。じゃあこれをもうちょい工夫してあげると、これ2の階乗で割ってあげる。この 5×4 っていうのがちょっとね、階乗を使って表したいというわけなんですね、今回は。それ 5×4 足りない部分で 3×2×1 じゃないですか。だから 3×2×1 を分母分子にかけてあげると、いや3の階乗をかけてあげると、分母は5の階乗、分子で3の階乗が出てきますね。だからこういう風に表せるわけですね。同じように、例えば1から6のカードから4枚のカードを選ぶ場合はって言われたら、これ 6C4 っていう風に言えるんですね。これ6コンビネーション4。6枚のカードから4枚を選ぶ組み合わせ。こういう風に言える。これっていうのは、こういう風に計算できるんですね。この6からスタートして4つ並べる。で、分母は4から並べると。これも同じように、1枚目のカードは6通りある。2枚目のカードは5通りある。3枚目のカードは4通り。4枚目のカードは3通りあるという風に言えるから、6×5×4×3 なんだけど、これ1枚目と2枚目と3枚目と4枚目っていうものが、例えば1234の順で取ったら、それを並び替えた2143とか全部ダブリが出てきちゃうわけですね。2341とか3142とかダブリがあると。じゃあそのダブリっていうのが何回ずつあるかなっていうふうに考えた場合、その4枚の要は A、B、C、D がどういう並び順があり得るか。4枚のカードを1列に並べる順列の総数は4の階乗というふうに言えるわけですね。だからこれをまた書いてあげると、4の階乗で、この 6×5×4×3 を足りない2の階乗、2×1 の部分を分母分子にかけてあげると、分母は6の階乗になって分子2の階乗が出てくるという感じになるわけですよ。同じように、1から N から R 枚のカードを選ぶ場合って言われたらどうなるかっていうと、NCR っていうふうに言えるわけですね。で、これは分母には R の階乗が来ると。で、分子には N×N-1× 点々点かけ、これで R 個来るわけですね。R 個。まあこれはちょっと N-R-1 っていうものが来るんですけど、こんな感じで R 個並ぶわけですね。これも綺麗にちょっとしてあげると、まず R の階乗来て、これ分母分子にこの足りない部分 N-R から1までかけた部分。だから N-R の階乗ですね。を出してあげることによって、ここ L の階乗になるわけじゃないですか。こういう風にできるわけですね。だからこの N の部分がここに来る。で、この R の部分がこの R に来る。で、これとこれの差。要は、ここ足すここ。R 足す N-R がこういう風になっているという関係になるわけですね。これを使うと、すごくシンプルに0の階乗が1っていうのが求まると。要は、整合性が保たれてるんだなっていうことをね、実感できるわけなんですよ。はい。例えば、1から4から4枚のカードを選ぶ場合っていうふうに考えると。
これって計算してあげるまでもなく、4枚あるカードから4枚のカードを選ぶ組み合わせはって言われたら、もちろん全部選ぶ場合でしょってなるわけですよね。だから一通りなはずなんですよ。で、それをさっきのように4コンビネーション4というふうに求めてあげると、まず分母にこの4が来ますよね。分母に4の階乗が来て、分子にまずこっちの4の階乗が来て、で、あとはこれ引くこれの0の階乗が来るはずと。で、これが一通りになってるはずなんですね。こっから逆算すると、これ約分できる。だから0の階乗分の1が1になって、0の階乗イコール1じゃなきゃおかしいというふうになるわけですね。だから裏を返せば0の階乗イコール1というふうに設定してあげるだけで、最初の1の階乗と2の階乗、2の階乗と3の階乗っていうのが2倍、3倍、4倍ってなってるものを逆に戻ってあげる。割る1してあげる。っていうものだったり、N 人を並べ替える場合だったり、要は N の階乗ですね。N 人を並べ替える順列の総数を N の階乗ってしたり、この組み合わせで考えてあげたりと。そういったもの全てがうまくいくんですよ。しかも、これはもう大学の範囲なので、例えばマクローリン展開とか、そういったね、ところでも整合性が取れますし、もう本当にね、いろんなところで0の階乗イコール1っていう風に定義してあげるだけで、一気にね、世界が広がって整合性が取れるようになるというわけですね。ということで、この0の階乗イコール1ということが分かりました。で、最後、おまけに0コンビネーション0っていうものを考えてあげると、これって、まず分母に0の階乗が来て、分子にこの0の階乗、右側の0の階乗が来て、あとはこれ引くこれの階乗、だから0の階乗ですね。が来るから、これ0の階乗全部1ってことを考えればイコール1になる。だから 0C0 は1なんですね。これも別の考え方をすることで分かるんですね。これ 0C0 って要は0枚、何もないですよっていう0枚のカードから0枚のカードを選ぶ組み合わせ。何もないとこから何もない0枚を選ぶ組み合わせって言ったら何通りありますかっていうふうに考えられるわけですね。それってもちろん何も取りませんっていう状態の一通りだけですね。っていうふうに考えることで 0C0 を1というふうに値を定めることができるわけですね。こんな感じでどういう角度で攻めてみてもこういうふうに 0C0 を1だったり0の階乗を1だったりというふうに定義してあげることで、あ、全部つながってるんだなっていうことがね、わかるわけなんですね。やっぱり世界は美しいですね。はい、ということで世界は美しいと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、あとこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメント欄に残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。